皆さんこんにちは。天発明所の天所長です。今回ですね、ついに初動画ということでね、天発明所っていうね、アカウントでね、YouTube ね、始めていきたいなと思うんですけど、今回ね、ちょっと初動画なんで、すげえなんでこのね、チャンネルを作ったかとか、天所長が何者なのかとか、そこら辺のね、話をしていきたいなと思います。で、天発明所ってまず何かっていうと、僕がね、そもそもその個人発明家なんですよね。で、その発明家ってさ、何なのっていうのはちょっと分かりにくいと思うんやけど、会社で言うたらさ、商品作る時とかって、製品開発とか、そういう人たちが、みんなこうね、作るものとかを考えて、この社会のね、いろんなものづくりっていうのを行ってるわけですけど、僕は結構その一人でね、一人でって言ったらあれなんだけど、僕が自分でアイデアを考えて作るっていうのを結構やってるんですよ。で、それが一応個人発明家っていう枠になるんですけど、そういったその発明活動をね、僕自身がやってるんですけど、天発明所自体はね、こう社会的なねにこうこういうその発明って面白いねみたいな、そういうこうさ、発明っていいよねみたいな、ものづくりっていいよねみたいな、理系のそのアクティビティって面白いよねっていうのを社会的にこう認知させるっていうか、いろんな人にこう知ってほしいっていう目的でね、始める活動ではあって、そのなんていうかな、枠組みとしてその天発明所っていう、なんだろうな、そういうものを作りまして、今回ね、僕自身がね、その天所長っていう名前なんですけど、天所長としてやっていきたいなと思います。で、その天所長ってさ、みんなが多分思うと思うけど、天所長って何やねんみたいな。名前ね。で、そのなんでその天所長にしたかって話をしておくと、みんなさ、知ってるでしょ、両学長って知ってる人ね、いるかわからないですけど、結構有名ですけど、リベラルアーツ大学って言って、その経済系のね、お金の大学っていうか、お金についてこうすげえさ、解説するっていうさ、感じで、すごいね、面白いんですよ、めちゃくちゃ。両学長見てくださいね、皆さん。調べてくださいね。面白いね、YouTuber がいるんですけど、の方がね、その、僕はその両学長の動画をすげえ見ててね、昔ね。で、そういう若干のね、そのなんていうかな、両学長リスペクトというか、僕もその天所長っていう、結構似てるでしょ、名前。だから、そういうこう、天所長っていいよねって、ふとね、思いついて、で、それでね、天所長って名前でやろうと思って、天発明所っていうことで、やろうっていう感じの経緯があるんですけど、天って何かって言ったら、天空の天じゃないですか。で、その名前の由来を話しておくと、外を出ればさ、空が広がってるでしょ。わかるでしょ、上を見れば。で、空広がってるでしょ。で、その空をさ、突き抜けていくと宇宙があるでしょ。要するにその無限の可能性があるみたいな。それさ、あんまりその、しっくりくるような説明ができてないと思うけど、その、本来はね、結構違う意味合いがあるんですけど、僕の中で結構さ、そのダブルミーニングじゃないけど、結構意味は深いんですけど、その表向きのその表現の説明をしておくと、その空ってすごい無限の可能性があるよねっていうのと、あと上昇志向的なね、空を目指すっていうのはつまり上を目指すみたいな、だから、上を目指して頑張りたいみたいな、そういうような感じの意味合いがあって、今回ね、そういう感じで、天発明所天所長ってことでね、活動を始めていきたいなと思います。で、他に説明することあるかなと思うんですけど、とりあえずね、今回撮っていく動画ね、初動画なんで、説明していきたいなと思うんですけど、今回ね、作っていく動画がね、ちょっと待ってくださいね。僕ミラーリングしてるんでね、ちょっと画面がちょっと若干さ、斜めになってるかもしれんけど、いいか。とりあえずこのね、ホロサイト自作してみたっていう動画をね、今回ね、撮ろうと思ってます。で、そのホロサイトってさ、何なのってみんな思うでしょ。で、そのゲームとかやってる人は結構多分ね、COD とかやってる人は、あれやんみたいな狙う時に見れるあれやんみたいな思うと思うんですけど、そのサイトっていうのがまずね、照準ですね、照準。で、狙う時ね、銃とかで、ちょっと書きますけど、銃でさ、狙う時にさ、その、覗く場所あるでしょ。覗く人、覗かない人っていろいろいると思うんですけど、その、覗く場所のことをサイトって言うんですよね。で、それをこう、こういう感じでね、イメージ書きますと、こういう感じで、こういう感じね。適当ですけど、ここが10とします。これ10個、ここが
重厚で、ここからなんか銃弾が出るみたいなイメージですね。こう、そういう時にこう覗く場所ですね。ここね。覗く場所を一応こうサイトって言うんですね。ここ標準ね。ゲームでね、FPS がやってる人はもうめっちゃ詳しいと思うけど、でここが一応こうなんだろうな、何もない状態アイアンサイトって言うんですけど、そのホロサイトっていうのはここがね、ここの標準部分が光で再現されてるものをね、ホロサイトって言います。このホロサイトを僕もなんかね、そのホロサイトのね構造についてあんま詳しくないんだけど、そういうなんかホロサイト的なものを作ってみようみたいな、趣旨で今回ね動画を撮っていきます。で、そのホロっていうのが、要するになんかホログラムって知ってる？みんなホログラムってあるでしょ。ホログラムっていうのは、例えばさ、スター・ウォーズでさあるでしょ。スター・ウォーズとかでそのなんかこういうなんかさ、丸いなんかこうところなんか土台みたいな場所からさ、すげえなんかさ、わかるでしょ。もうこれ多分これは書けばわかるけど、これ誰かわかる？スター・ウォーズでこれって言ったら誰かわかるでしょ、みんな。ヨーダね、ヨーダみたいなやつがこうムーンみたいな出てきて、これなんか光でさ、なんか映像が光で再現されてるみたいな、こういうのをさホログラムって言うんやけど、このホログラム的なねものをホログラムの技術を応用するって感じですね。してこう簡易的なホロサイトを作ってみようみたいな感じのが今回のね動画の流れで、ホロってのが要するになんか光的な、ね、意味があるんですよ。だからこの光的なものを使ってホロサイトっていうものをここでね作ってみようっていう感じの動画です今回ね。面白いでしょ。なんかさ、ホログラムじゃない、ホロサイトほんまに自分で作れるんやみたいな感じの結構衝撃があるでしょ。僕もね作ってないから分かんないですけど、今回多分作れるんじゃないかなってことで、面白いんじゃねって思って作ってみたら作ろうと思って、その今回ね銃の、ね、部分は輪ゴム銃ね、簡易的なね、本物の銃とか使うのよくないでしょ。だから輪ゴム銃をね作ろうと思ってます。輪ゴム銃にここのねホロサイトどうやって作るかっていう計画部分だけ話しておくと、作れるかどうか分かんないです。正直分からん状態で撮ってます今。だから面白いでしょ。本当は作れんかもしれないです。これ堂々と言ってるから作れる言うて。で、僕の計画はね、スマホあるでしょ。スマホでこうなんかこうさ、標準のなんか画像とかをまず映しますと。で、なんかホログラムの技術で結構あるのが、なんかね、ハーフミラーで反射させてるみたいなのが結構言われてるんですよね。あるんですよ、そういう技術が。わかります？だから、イメージで言う、理論的な説明しよっか。ここでさ、光をこう映すでしょ。こう光があります。ここに光があった時に、こう光がこう上に出てます。映像があった時に、でここがミラー、ハーフミラーっていうのは、イメージで言うたらこうなんだろうな、光を反射する透明な板って感じですね。にこう映像がこうやって投影されると、こう反射するでしょ。光の反射の法則で。だからつまりここにホログラムでホロサイトの映像がここが、反映されると。そうすると事実上ホロサイト作れるよねみたいな今回計画ですね。で、その輪ゴム銃にそのホロサイトを搭載するとすげえ面白いんじゃないかなみたいな、そういうのが今回の動画のね、計画になってます。で、その実際にねホロサイト作ってみて、なんかそのなんか何でもいいよ。なんかコップとかにさ、なんか乗せたりして、こうなんか打ち抜くみたいな。ホロサイトのちゃんと標準通りに打ち抜けるのかっていう。その輪ゴム銃の性能にもよるけど、そういうのをやってみたらね、今回面白いんじゃないかなと思って、ホロサイトをね自作する人ってさ、いないでしょ、あんまり。あんまりっていうかさ、多分 YouTuber でやってる人ね、いるかもしんないけど、すごいさ、もういないでしょ。僕ができるコンテンツですね。僕みたいななんかこう変なね、発明家活動してるなんか、ようわからんやつがやるようなコンテンツなんで、そういうなんかさ、なんかニッチじゃないけど、そういうなんかいろいろ作ってみた系のね、コンテンツとかいろいろ試したらね、面白いんじゃないかなと思って、今回ね、ホロサイトを自作するっていうことをやってみたいなと思います。僕のね、いろんな人さ、見て面白い動画を作りたいと思ってるけど、理系の人とかね、すげえこう見てね、楽しんでほしいなっていう、僕なりのなんていうかな、理系の人が結構好きそうなコンテンツだよね、こういうのって。わかるでしょ、このホロサイト作るとかさ、すげえなんかさ、ものづくりに興味あるよってかな、興味なくても多分見たらさ、みたいな、こうそんなん作れるんやみたいな、自分でね作るっていう感じなんで、そういうなんかこうさ、技術をなんかいろんななんか技術的なものを、科学的な物理的なものを応用して、なんかいろんなものを作るっていうのを
僕のね、チャンネルではね、やっていきたいと思ってるんで、皆さんぜひね、チャンネル登録とか高評価とか、ね、やってくれたら嬉しいなと思います。僕も頑張るんで、いろんなものを作っていこうと思ってるんで、今回はホロサイトを作っていくって感じですね。って感じでね、実際ね、じゃあ今から、ホロサイトね、ホロサイトっていうかもう、輪ゴム中にホロサイトを搭載するっていう感じの、ことをやっていきたいなと思います。ということで、今から作っていきたいなと思います。ということでね、今からちょっと作っていく過程をね、解説していきたいなと思います。で、今ね、もうすでにこう、一応こうね、完成形はね、今手元にあるんですけど、ちょっとね、作る過程のね、ちょっと動画を撮りましたんでね、そこのね、話を今からしていきたいなと思います。で、ちょっと画面見ていただければね、わかると思うんですけど、ちょっとね、これ作る過程でね、これね、これはわかりますか？これバインダーっていうんですかね、確か。待ってね、バインダーで合ってるよね、名前。これね、ダイソーにね、売ってあったんですよ。ダイソーね、もうほんまにさ、みんなさ、多分こう、社会人思うと思うんだけど、ダイソーってマジでさ、めちゃくちゃ有能じゃない？なんかさ、普通になんかこうさ、何百円とかで売ってあるものがさ、100円とかそのレベルで売ってあるっていう。うん。バインダーでやってる名前。名前だけ一回か、そうですね。バインダーでやってます。で、このね、透明なちょっとバインダーを買ってきまして、で、これは一応ハーフミラーのね、ハーフミラーとして使うものですね。で、結構こう、厚みがね、だいたいどんぐらいかな？ 5 ミリぐらいかなの厚みがあって、で、こうなんかね、透明だからこれ使えるなと思って、多分100円ぐらい、100円出したよね、多分。ダイソーってさ、わかるでしょみんな。値段もさ、若干なんかこう、物によってちゃうやん。200円とか300円とか。多分これ100円やったと思います。で、買ってきました。で、これね、ちょっとね、再生するんですけど、こうやってなんかこうね、切ってるんですけど、これね、オルファって書いてありますけど、これね、ちょうど買ってきました。これね、プラスチックカッター。これ多分 P カッターって書いてあるここにね、ものなんですけど、これでちょっとね、これプラスチックだから、これを使ってこうね、カッティングしていくっていう感じの流れですね、これね。今、見ていただければわかるんですけど。で、こうやって切ってます。これをね、何回かこうね、入れるんですよね、切り込みをね。って感じで、切っていくと。うん。ちょうど買ってきたんでね、これを、この切るようにね、使ってますって感じです。で、次ね、この続きね。これでね、切り込みね、結構入りましたと。で、これ見てもらえばわかるんですけど、これね、これね、ピントをね、合わせるのがちょっとむずくて、合ってないんですけど、これ切り込みが若干入ってます。で、これをね、結構その、プラスチックカッター使うときって、これね、折るんですよ。切り込み入れた後にね、なんていうかななんけ折るの。チョコモナカジャンボみたいな感じでパキって折るんですよ。だけど、ちょっと切り込みがね、あんまり入ってないってことで、ちょっとまだ切り込み入れなくちゃいけないって感じです、ここから。で、次ね、これ、ちょっとね、ここのね、テーブルでやってるんですけど、テーブルがね、傷つくんですよね。当然ね、何もしてないんで。だからちょっとなんかね、そこら辺にあったこう、ね、すげえこう髪の毛とか引っかかってるんですけど、土台みたいなやつをね、持ってきました。で、これね、この上でやればね、こう、テーブル傷つかねえな、みたいな感じでやってますと。うん。すげえこうね、時間かかるんですよね、これね、やっぱ。何回もやってます、この切り込み入れる作業をね。で、これね、切り込みをまた入れてますけど、ここでね、割と入ったってことで、これね、見えるかなこれ。結構さ、入ってるでしょこれ。見たら。これでこうやって割るんですよね。これで、一応こうプラスチックがね、このスマホのサイズに合わさるようにね、できたと。で、このスマホのサイズに合わせて、ちょっとなんていうんですかね、ハーフミラーでね、反射させるみたいなことをやりたいってことで、一応このね、スマホのサイズぐらいに、このバインダーを、割ったって感じですね。で、これでね、こういう感じのね、この、なんていうんですかね、レティクルっていうんですかね、ホロサイトのこう、レティクルっていうから、なんかその、標準部分ね、の一応こう素材がね、フリー素材であったんで、これを使わせてもらってね、
で、これね、もともとこうね、背景が白だったんですけど、それをこうね、黒に変えました。なんでかって言ったら、まあみんなわかると思うけど、黒色ってこうね、黒色って何かって言ったら、光を発しないってことなんですよね。わかるでしょ、みんな。光を発しないのが黒色だから、白色ってこう白が反射しちゃうから、だから黒色だと、こうちょうど、こう見てもらえばわかるんですけど、こうやってね、こんな感じで、こう、光が反射するとハーフミラーでね、こうやってこう、照準部分だけ見えるようになると。これがね、一応こう僕の、今回ね、利用するね、ホロサイトの原理でございます。これを利用してこうね、ホロサイトを実現しようっていう感じですね。すげえね、ちょっと爪汚いのすいませんね。ちょっと爪なんかね、適当にしてるんで、今。はい、って感じです。ということでね、まあ実際にこうね、輪ゴム銃をね、作っていくって話になってくるんですけど、これね、まあゴムバンドずっとここに置いてましたけど、この、まあ基本的にゴム銃ってさ、割り箸と輪ゴムで作っていくでしょ。だからそれでまあ作ろうって感じで、まあ僕もね、結構ね、これね、自分でもね、全然こうね、作り方とかさ、全く、なんていうかな、未知数っていうか、割となんかある程度のね、その方向性はあるんだけど、明確な答えがない状態で結構始めてますね。で、これまあ割り箸ね、買ってきたんですけど、これね、で、これね、こうやってね、こう先端をこうゴムでくくることで、これね、割り箸だから、こう先端がさ、ちょっと緩いんですよね。開くんですよ。だから、これを、まあ、輪ゴムでくっつけると、ここに引っかかるようになるよねっていう感じで、一応こう、先端をこう、輪ゴムでくくってます、今。感じです。これでこうやってこう、輪ゴムを飛ばすって感じの構造を考えてますと。で、これでね、まあ、先端はね、くくったんですけど、まあ、これでね、まあ、構造をどうしていこうかってすげえこう悩んでたんですよね。で、まあ、一応こうね、全然マジでもう未知数な状態でやってるからって感じなんですけど、まあ、これ今ね、何をしてるかっていうと、これ傾けてるでしょ。ここにね、上の部分にさ、スマホを乗っけて、こうホロサイトのこれね、照準部分乗っけると、ホロサイトの中心と、ここの先端の部分が合わせるためには、これちょっと斜めにしなくちゃいけないよねっていう。こう重心っていうか、こう、まあ、打つ箇所を斜めにするにはどうすればいいかなっていうのをすげえ悩んでます、これ。めちゃくちゃ悩んでるでしょ、これ。どうしよっかな、みたいな。これ完全にね、こう即興で作ってるから、なんかその、自分の中でもこう分かってないんですよね。こうどうやったら作れるかな、みたいな。それ分からん状態ですげえ作ってるんで、うん。まあ、とりあえずね、こんな感じで、まあ、自分の頭でこう考えながらもすいません、なんかちょっと歌ってるんで、たまになんかちょっと歌ってるんですいませんね。感じで、こんな感じでまあね、重心をね、斜めにして、どうしようかなみたいなのを悩んでます。で、ここね、ここ、まあ、あれですね、ここに輪ゴムをかけるでしょ。で、ここに、そのかけた部分を持ってきて、ここに引っ掛けて、ここの、引き金を引くと飛ぶっていう風な仕組みにしようとしてるんで、ここら辺もね、どうしようかなって。で、これは一応こうスマホを乗っけて、まあ、ホロサイトのね、どうしようかなみたいなこう悩んでますね。すげえ。で、まあ、基本的にね、僕、輪ゴムで作ってるんで、わかるでしょ輪ゴムと割り箸だけで作ってるですね、これ。接着剤とかもなしで。うん。だからこれね、結構その、構造としてはね、面白いですよ。うん。こうやってまあ、考えてますね、構造をね。ということでね、実際にね、作っていくとこまた見ていきましょうか。ね、これちょっとね、この割り箸切りたいなと思ったんですけど、手元にあったプラスチックカッターでね、切れねえかなと思ったら、まあ、きついよね。全然切り込み入らんしみたいな感じでしたね。でまあ、そんな感じだったんで、ちょっとね、ハサミ持ってきて、ね、まあ、切ってみようと思って、これ結構ね、このハサミ切れ味いいやつなんで、すげえこうね、結構切れ目入るんすよね、サクサク。見たらわかるでしょ、これ。で、まあ、1本だと結構切れるよねっていう感じでした。割り箸で割とね、加工しやすいんで、だからまあ、輪ゴム銃とかよく使われてるんですけど、こんな感じでね、切れましたと。で、これでね、まあね、ここの切ったやつを何に使うかっていうと、このなんかね、こうちょうどこのさ、一本っていうかさ、この割り場所をね、挟む、まあ、重心を作りたいんですけど、まあ、重心を作るためには、ここのね、
この2本をさ、うまくつなぎ合わせなくちゃいけないでしょ。だから、この間にこう1個挟んで、こう真ん中でこうさ、輪ゴムでくくることで、ここのなんか隙間を作るっていうことをしたいなって考えて、こうやって、まあ、さっき切ったわけですね。で、ここでまあ輪ゴムでくくれば、重心が作れるって感じですね。でもこれ結構さ、わかると思うけど、このなんかちょっとはみ出るんよね。真ん中にさ、うまいこと入れたいんやけど。で、ちょっとはみ出て、そこで苦労してますね、これ。わかるでしょ？ちょっとさ、画面外で、白熱しちゃってさ、画面外でなんか作ってること多いんですけど、大体さ、やりたいこと伝わるでしょ、これ。真ん中にね、一本入れて、まあ挟み込むって形にしたいんですけど、この、はみ出るとこをどうしようっていうね、考えながらやってますね、これね。うん。で、これなんかうまいことほら、挟まってるでしょ。まあ、こんな感じで、ちょっと重心のね、まあ、重心を作りましたと。で、これにこう、挟み込むという形で、この先端のね、部分を作りたいって感じですね。まあ、たまにちょっとハエがね、まあ、ちょっとハエとルームシェアしてるんでね、たまに入ってくるんですけど、こんな感じで、ちょっと重心をね、作ってるって感じですね、頑張って。うん。結構これね、即興でほんまに作ってるんでね、計画とかないんでね。で、これでね、まあ、大体ここのね、こう挟み込めば、まあ、打てるよね、みたいなのを考えながらこう作ってます。ね。で、まあ、これどうやって挟み込むかなっていうね、重心を斜めにするにどうすればいいかなっていうのをすげえ考えてます。で、これに乗せるって感じですね。乗せて、まあ、ホロサイトにね、実現するって感じの計画です。で、これね、メジャー持ってきました。これダイソーのメジャーですね、これもね。ダイソーほんまに有能だからね、もうね、ダイソー、大体工具とかもね、大体ダイソーでね、事足りること多いんですよ。だからこれも持ってきて、ちょっとね、先端を大体こうね、3センチかなと思って、その3センチぐらいで、こう、測ってます、ここ。で、これね、まあ、シャーペンでね、ちょっと引くと感じですね。で、大体ここら辺かなっていう目処をつけたんで、まあ、印をつけてます、今。うん。まあ、見ればわかると思うんですけど。で、すげえこうね、書くので黒くしてるんですけど、めちゃくちゃね、俺適当に作ってるんで、マジでこう、まあでも大体こうわかるでしょ、やりたいこと。うん。って感じで、まあ、大体このラインに合わせればいいねって僕の中で見えたんで、合わせたいんですけど、このね、ちょうどここの境目でさ、輪ゴムで区切りたいんやけどさ、どうしたらいけるかなと思って、すげえ適当なんですけど、すげえね、気持ちいいね、今のピンと合うの。で、こうやってこうね、切り込み入れればワンチャンさ、引っかかるんじゃねって思って、まあ、結構もう無理筋っていうかさ、まあ無理だよねって半分分かりつつも、なんかもうめんどくさくなってきて、もうこれなんかこうさ、ここでライン入れればさ、もう入れ切れるでしょみたいな、その軽い気持ちですげえ線入れてます。で、輪ゴムでね、ここのね、ちょうどラインで区切りたいんですよ。うん。まあ見てもらえば分かるんですけどね、どうなるかって。これでね、挟まったらすごいでしょ。この適当なね、線で。で、これどうしようってほんまに悩んでます。うん。なんか接着剤とかあんま使いたくないからさ、めんどくさいやん、使うの。だからなんか輪ゴムでね、うまいことやりたいんですよ。だからこれもうね、ちょっと、本当にね、頑張ってますね、これ。うん。すげえさ、なんか俺さ、実況解説みたいになってるけど、この作るの。うん。まあ、これをどうしようかなってすげえ悩んでますね。で、これまあとりあえずね、これ打開策が見えまして、これね、まあ、ちょっとね、画面外でね、すげえ白熱しちゃってね、毎回なんかそのやっちゃってるんですけど、これね、これ先端をさ、ここの先端をくぐれば、これ斜めで置けるんじゃねと思って、でこれね、すごいでしょ。これいけるわと思って、パッとね、思いついたんですけど、うん、これね、3センチっていうのを常にこう測ってるんですけど、まあ重心はね、揃えるの難しいですよね、先端ね。で、これ3センチ測るっていうのをすげえこう、ひたすらね、やりながらも、うん、大体このぐらいかなっていう目安つけて。で、これね、わかるでしょ？これね、このままの状態だと浮くんで、このね、端っこの部分をこうね、くくらなくちゃいけないんですよ。わかるでしょ？言ってること。うん。くくると、このね、あの、先端のね、重心の先端部分を固定できると感じですね。だからここくくってます。うん。ほら、これでさ、固定できたの分かるでしょ、これ。ここの部分、重心がね、こう
こうなんか時計回りに浮くじゃないですか。そこを逆向きにこう輪ゴムでくくると浮かないよねって。だから先端固定できるよねって感じです。で、これで先端引っ掛けて、これで打てるよねみたいな感じですね。で、これでこう引っ掛けて、このね、銃のここね、なんていうかな、トリガー部分ね、こんな感じでね、打てるよねっていうのを今確認しました。で、これでね、これ追加しました。これ、端っこ。重心をね、もうちょいこう、拡張しなくちゃいけないからね、サイト乗っけるには。外側2個ね、ぶち込んでね、拡張しましたって感じです。で、これでね、トリガー部分もね、このね、相中に入れることで、すげえこう、ちょうどいい感じにできるよねと思って、まあ、相中に入れてますね、これね。これね。で、外側で重心を追加したって感じですね。長くして。で、ここでトリガーにすると、まあ、大体こう想像つくと思うんだけど、ここね、ここで引っ掛けるでしょ、まず。うん。結構緩いんですけど、まだ。まあ、見てもらえばわかるけど。で、すげえさ、これ斜めにしてるのは何かっていうと、この重心を、なんていうかな、手前方向に、重心っていうか、そのトリガーを手前方向に、バイアスかける、バイアスっていうか、こう、傾かせたいから、その方向にこう輪ゴムをね、こうやって敷くと、こうちょっとさ、後ろに斜めになるでしょ。これで、こう、トリガーをね、安定させたいって感じですね。トリガーの仕組みはさ、引っ張ると、下を引っ張ると上がこう傾くから、銃弾じゃないですね。輪ゴムが飛んでいくっていう構造だから、まあ、こうやってこう、斜めにさせて安定させないといけないと。で、これで、まあ、大体こう、打つときに、こう引っ張るとこう、前飛んでいくって感じの構造になりました。ということでね、解説また続けていきますけど、これでね、ちょっとね、時間空けたんですけど、ここね、この間中にこうね、挟むっていう。で、どうですか？ちょっとね、僕もうろ覚えなんですけど、これね、重心もね、ちょっと、まあ、確かね、増やしてるでしょ、これ。時間空けてね、ちょっとね、いじくった状態でね、まあ、作ってるので、でね、ここにね、これね、このホロサイトのこのハーフミラーをね、設置するっていうために、こう、で、ここね、ここ追加してるでしょ、今。で、ここの、まあ、重心強化も、さておき、ここの間中に1本足して、で、2本足して、この隙間を作るっていう。で、ここに、あと挟み込む形で、このね、ハーフミラーをね、設置するってことをね、やろうとします、これ。で、これちょっとね、今長い感じでね、出してるけどね、イメージでこんな感じね。うん。こんな長かったらさ、ホロサイトのスコープ部分がさ、表示っていうかさ、レティクルが表示できないけど、まあ一応こう、イメージはこんな感じっていう。そのなんかイメージトレーニングじゃないけどさ、確認をしてます、今。で、うん。でね、ちょっと短くしました。まあ短くなるよねっていう話であるから。で、まあ切った状態でね、これね、今確認すると。で、これね、結構ね、めんどくさいんですよ、このね、挟み込むのが。そう。なんだけど、まあこんな感じでちょっとね、挟み込んでます、頑張って。で、うん、頑張ってっていうかね。まあで、これ2箇所あるからね、一応ね、こう、平面的に安定するだろうっていうので、一応こう、そういう計画ですね。で、これでね、まあ一応装着しましたと。で、まあちょっとね、イメージトレーニングを常にやってるんですよね、これね。輪ゴムで挟んでね。ちょっと完成形とはまだね、ちょっと程遠いって感じではあるんですけど、こうやってちょっとね、つけていくと。これ結構ね、ここの構造はね、マジ悩んだんですよ。結構時間空けて撮ってますからね、これ。で、ふとね、あ、これ挟み込めばいけるんじゃねっていうのにね、思いつきでやってるって感じですね。で、うん。これ結構苦労してます、マジで。うん。まあ、挟み込むの難しいことは、結構安定性はあるってことですね。挟み込む強度が高いってことだから。そういう意味で言うと、すげえいいんかなっていう、構造的には。感じで、のことを思いつつ、まあ、イメージでこんな感じね。うん。これで、こういう感じでホロサイトを表示すると。すごいでしょ、なんか、近未来でしょ。いいよね。感じで、まあ、作ってますと。で、これね、今何をしてるかって話をすると、スマホを置く場所がないでしょ。だからスマホを置く場所作ってます、これ。で、これね、斜めにこう、肩が左右行くと、あと、直線になるでしょ、これ。で、それをなんかこう、構造的なね、原理を使って、
これ横に配置して、こうスマホを上に乗せて、輪ゴムで挟み込むみたいなのを想定して今作ってます、これ。うん。ちょっとね、先にこう中をつけなくちゃいけなかったですけどね、輪ゴム的には。で、これ装着できましたね。で、これでここに上に置いて、すげえこう、反射してますけど。って感じで、挟み込むと。うん。で、感じですね。挟み込むっていうのをすげえこう意識してやってます。何言ってんねんってね。で、反対側もね、ちょっと挟み込まなくちゃいけないって、感じですよね。まあ結構簡易的にやってますね。これね、きつくしすぎるとね、これちょっと、緩いからさ、結構めんどくさいことになるから、まあ平面的にね、固定できればいいからって感じですね。うん。って感じで、こういう感じでね、軽い感じで固定するっていう感じですね。何回言ってんねんって。で、すごいね、まあイメージでき、すごいでしょ。なんかこのディスプレイがさ、すげえきらびやかだから、かっこいいよね、マジで。で、これね、重心のちょっと持ち手がないから、後方部に作りました。これね、ここの部分。で、これちょっとさ、構造的になんかこうさ、難しくて作るのが、ね、なんかこう、どういう構図にしようかなって悩んだんですけど、もう適当です、これ。なんかこう、持ち手っていうかなんか持ち勝手がいいって言ったらあれだけど、なんか持てる感じになればいいねって感じで、適当になんか、ね、こう斜めにしたら、まあこう手ってさ、結構さ、柔軟になんかこう、対応できるからさ、こういう形状に対して。まあ、持つ場所がねえから、とりあえずこういうね、斜めの何かを白を配置しとけば、ここの、まあ男性があるんですけど、大体若干ね、バネみたいな。で、ちょっと不安定なんだけど、まあなんかその、実用上は問題ないって感じで、この斜めのね、持ち手を作りました。で、もうこれほぼほぼね、完成形です。うん。で、結構ね、強化しました。さっきのに比べて。で、これね、まあ構造をね、大体説明しておくと、まあ、ここがさ、重心の先でしょ。で、ここが、トリガーでしょ。で、ここに引っ掛けて輪ゴムで打つって感じになるんですけど、で、ここで一応ホロサイトの、レティクルを表示すると。で、ここに、スマホでね、画像を映すと。で、ここが持ち手になってて、で、基本的にここのね、4本指で引くのと、これ親指は結構ここら辺でね、安定させるって感じですね。に置いて。で、ここのね、後ろの重心部分ですごい調整するって感じで、軽いからね、結構こう調整簡単にできるから、狙うときは結構こっちのね、右手がね、重要になってくるって感じです、イメージで言ったら。で、ここの照準に合わせて目線をね、で、打つとまっすぐ飛んでいくんじゃないかなっていう感じで、一応作りましたと。で、まあ現状ね、僕は完成形は手元にあるんですけど、まだ全然ね、試してない状態なんで、実際にね、どれだけこの実力があるのかっていうのをね、試していきたいなと思います。ということでね、ついにこうね、完成したということでね、実践編をね、取ってきたなと思います。で今ちょっとさ、なんかその疑似的な GoPro みたいなの作って、スマホでね、撮影してるんで、ちょっと僕からね、カメラが見えないから、ちゃんとこうね、映ってるかなって感じなんですけど、ちょっと待ってね。はいはい。この辺かな位置的に。この辺だとすげえわかるよね。で、まあちょっと腕伸ばした状態でね、動画撮るっていう感じなんですけど、まあ仕方ないよね。現状はね。感じでね、動画撮っていきますけど、まずね、こう、まあ作りましたと。で、この銃のね、特徴をね、説明しておくとね、ここで右手でこう持ちます、こうやって。ここで重心を調整します、こうやって。で、ここね、で、4本指でこうやってね、トリガーを持って、ここら辺に手を置いて、こう引っ張ると、弾が飛んでいくって構造ですね。かっこいいでしょ、これ。近未来感えぐいなと思って。それね、なんかすげえこうワクワクしてるんですけど、このディスプレイがね、これね、ダイソーでね、買った100均で買ったバインダーをこれね、プラスチックカッターで切っただけですからね、これ。すげえなんか近未来感すごいな、えぐいなと思って。で、まあちょっと撮影環境的に厳しいんですけど、まあしょうがないよね。これ映ってるよね。で、実際ね、これね、撮影環境を作りまして、そこね、紙コップをちょっと穴開けたんですけど、そこにさ、ホロサイト狙ったところで、ちゃんとこう、
銃が飛んでいくかっていうのを検証したいなと思います。待ってね。で、こんな感じね。すごいでしょこれ。見えるみんな。こんな感じでね、ホロサイト作りました。かっこいいでしょこれ。透明なディスプレイでね。これ狙います、これ。で、狙ったところにさ、ちゃんとこう、飛んでいくのかっていう、これ FPS みたいになってるでしょ、こうやって。COD みたいになってるやん。しかもさ、これ Apex みたいにこうやってね、銃見えますからこうやって。すごいでしょ。これでちょっとさ、一回ちょっと撃ってみましょうか。ちょっとね、すげえこうね、疑似的な GoPro 作ってるからさ、ちゃんとさ、こう映ってるかどうかっていうか不安なんやけど、すげえ斜めって言ったらすいませんね。大体わかるでしょ。伝わるでしょ、動画の感じは。こんな感じでね、銃弾をセットします、まず。で、じゃあ一回もう試してみましょうか。ホロサイト狙ったところに飛んでいくかって。ちょっと待ってね。画面暗くなるよね、これね。スマホ使ってるから。で、行ってみます。よし。ファーストチャレンジということで、これ初めてです、僕。これ行くのかっていう、本当に。ちょっと待ってね、これね、結構微妙なんですよ。すげえこうさ、こうなんかもう手作りでさ、しかも俺もなんかこう、あんまりなんか、適当に作ってるからさ、あんまりなんかこう、なんていうかな、うまくこう作れてないから、すげえ本気で作ればさ、もうちょいなんか、ね、簡単、なんかいい感じのね、構造にできると思うんですけど、ちょっと待ってね。ここにこうやってね、ここにつけて、ここにこう置きます。で、もうね、引っ張ります、結構ちゃんと。って感じです、今。ちょっと入らなかったね、今。適当にやったから。もうちょいちょっとちゃんとね、打ってみようか、狙って。よし。じゃあ行きましょう。ホロサイトで一回ちゃんと狙います、次。で、これ見てもらえばわかるでしょ、これ映ってるちゃんと。斜めってない画面。それ心配ですね。まあ、大丈夫だろうって信じてます。もうちょっとさ、俺なんかこう、画面面白いでしょ。ちょっとさ、手作り動画感あるから、面白いってことで許してください。よし。見えてるみんな。見えてるかな、ちゃんと狙ってるの。見えててほしいよ。腕、よし。これ狙います。で、すげえ腕痛いんやけどさ、今。ホロサイトの、照準で狙います、ここ。で、撃ちます。3、2、1。あれあれ入らない。入ったら多分ね、俺の予想だと中に入るんですよ、普通に。もうちょいやってみましょうか。ちゃんと狙ってみるね。若干ちょっとずれてるんかな。結構さ、割となんかでもちゃんと作ってるけどね。ホロサイト自体。じゃあ今度ちょっとこれ、照準の先と合わせてみようか。いきます。ちょっと待ってね。合わせてみます。ほい。入るよね、ちゃんと、多分。命中すれば、中に。外に飛び出るってことは、ちゃんとさ、入ってないっていう証だから、普通にじゃあこれ、まっすぐ持ってみようか。きたーきたーすげえ。今さ、これちょっとさ、重心でこう、うまくやったよね、今。で、重心、先頭がさ、若干下向いてんやけどさ、ちょうど合わせたら、この水平にさ、ホロサイトの位置と照準合わせたら今入りましたね。もう一回やってみようか。きたー。めっちゃワクワクするわ、これ。もうみんな好きでしょ、こういう男とか、こういうの。で、これね、水平にします。で、ホロサイトのね、照準合わせます。これ再現性あるか試そう。で、ここね。これ狙います、ここ。水平にしてホロサイト合わせて狙うと、すげえ命中率高いですね、これ。なかなかね、いい線いってるでしょ、今んとこ。すげえ。すげえさ、クロスボウですね。エーペックス知ってるやろ、みんな。やったことあるでしょ。
やったことある人は割といると思うけど、なんか一体ね、銃弾をね、一発ずつこう合わせるっていう。ホロサイトのおかげで結構狙いやすいですね、これ。かなり。うん。ちゃんと狙わないと当たんないですね、これ。結構難易度高いですよ。よし。じゃあ次ちょっとさ、本気で一回狙ってみますね、これ。よし。で、水平にします、まず。で、ここに狙います。で、先も合わせます、これ。若干。うん。あれかな多分。こう、ちょっとさ、傾けた方がいいか。うん。かな多分。すげえワクワクするね、こういうの。みんな。で、これ作れますからね、これね。僕、多分合計でね、5時間ぐらいで作ったんで、考える時間はありましたけど、若干。どうやって作ろうって。作るだけなら多分5時間ぐらいで作れるですね。1日もかかってないですもん、これ作るのこれ。なんとなく作ったって感じで。待ってね、みんな。すごいね、面白いね、この動画。初動画っすよ。結構面白いなって自分で作ってる。で、まあね、これ結構多分これぐらいで狙うんですね。入るかな。うん。多分これだね。このね、今、ちょっと待ってね。これスマホすげえずれてるわ。気づいたら。ちょっと持ち直します。すいませんね。これ僕初めてなんであんまりなんかさ、うまくできてないと思うけど、動画作るの。斜めってたね。すげえスマホが。すいませんね。ちょっとそこら辺はさ、僕の喋りをちょっと聞いてほしいね。みんな。こんな感じね。じゃあもうこれね、最終チャレンジ。って言ったら嘘だけど、ちょっとこう本気でやります、これ。これ入れます、これ。さすがに。で、コツはね、重心を、銃口をね、下に向けるんですよ、若干。で、スマホじゃない、銃を、映ってるこれ、ちゃんと。映ってるよね。ちょっと待ってね。映ってると信じてます、これ。で、銃をこうやって、下に傾けて若干。で、ホロサイトの照準をこう合わせる。で、うん。結構狙ってるでしょ、これ。狙えてるよね、ちゃんと。感じです。あと1回入れたいね、最後。結構でもさ、見てたらわかるでしょ。映ってるかな、ちゃんと。スローモーションとかになるんかな。こんな感じです。こういう感じで狙います。うん。すげえ狙いはいいですね、これね。命中率は高いんだけど、割とね、入れるのが難しい、これ。かなり。うん。こんな感じ。結構難しいわ、これ。こんな感じです。これ見えてるみんな。見えてるよね。見えてるかどうかわからん状態でやってるから、僕も。よし。うん。ちょっと待ってね。スマホの画面がね、ちょっと消えるからさ、定期的に。よし。入れたいね。入れて終わりたいです。とりあえず。こんな感じです。で、よし。来ました。コツをね、今ね、喋っとくとね、ここの重心とね、ホロサイトの位置をこう、まずね、合わせます、こうやって。で、ちょっと銃口を下に向けます。で、この状態で、ホロサイトのね、スコープのレティクルをね、合わせます。で、撃つと入るって感じですね。って感じでね、2回入りましたね。来たね、これ。いやー、すごいね。FPS 視点でちゃんとなってるかわからんけどさ、腕伸ばしてるからめちゃくちゃ。GoPro みたいなの疑似的に作ってるんで、これ。って感じでしたね、これ。すごいっすね。かっこいいっすね、これ。マジで。みんな欲しいでしょ、これ。かっこいい、マジで。ディスプレイみたいになってる感じでした。ね、みんな作れるんで作ってみてくださいね、これぜひ。この割り箸があればね、僕のね、動画見てもらえばね、全部こう赤裸々にね、全部解説してるんで、あとスマホあればね、作れるんでね、これかっこいいんで、これ。ぜひって感じです。って感じでね、実践編終わりたいなと思います。ということでね、今回、このホロサイトでね、銃を作るって感じで動画撮りましたと。ということでね、ちょっとまとめしたいなと思います。で、今回ね、まあ作りましたけど、まあね、結構さ、これさ、すごいでしょ、これ。見た目からしてさ、すげえこうさ、なんかもうクロスボウみたいになりましたよね。まあ、もともと作ってる時はさ、僕も動画見返してると思ったけどさ、フラットラインってわかるエイペックスの。まあ、わかる人はわかるんですけど、
綺麗になってたけど、重心がね。なんかもう気づいたらさ、もうさ、なんかクロスボウみたいなさ、痛みになりましたね、これ。うん。いや、まあなんかこう、かっこいいよね、感じだよ。かっこいい感じに仕上がってからよかったよねって。これね、みんなね、もうね、時間ね、5時間ぐらいあればね、まあ、普通のね、なんか社会人とかは、そんななんかこう、こんなん作ってもしゃあないわって感じで作らないかもしれないけど、まあなんかこう、子供とかさ、ね、まあ自由研究でも何でもいいわ、夏休みの工作でもさ、幼稚園生とかさ、幼稚園生男子とかさ、みんなさ、なんかチャンバラごっことかするやろ。ああいうなんかこう路線で、なんかこう、ね、親子でさ、一緒になんか作ったら楽しいよねみたいなのもできるし、僕の動画見ればこれ作り方ね、完全にもうね、全部解説してるからマジで。もう見たら全部わかるんで。感じもあるし、やっぱこうね、ちょっと待ってね。一回ちょっとフォローサイトね、表示します。ちょっとレティブル、今から。よし、ちょっと待ってね。こんな感じですね。ね、こんな感じでディスプレイで表示できるというね、こんなのかっこいいでしょ、マジで。こんなのさ、俺もさ、まあちょっとなんか作る最初はさ、なんかこう、なんていうかふと思いついてさ、こういうなんか動画撮ったら面白いんじゃないと思ってやったんやけどさ、かっこいいでしょ、マジで。うん。こんな感じで、本当にね、もう今暗いから特にわかるでしょ。暗いところだとね、このね、ディスプレイがすげえきらびやかに表示されて、かっこいいんで、マジでね、気になる方ね、ぜひ作ってみてください、これ。もう割り箸と輪ゴムね、これね、接着剤一切使ってないです、これ。割り箸と輪ゴムと、これね、ダイソーで買ってきたバインダーをね、100均でね、100円でね、100円ですよ、これ。100円の半分もないから、これ30円ぐらいの値段でこう作れると。まあ、プラスチック買ったのね、700円ぐらいで売ってますけど、まあ、そんな感じでね、スマホあれば作れるんで、ぜひね、作ってみてください。これ、レティプルはね、ちゃんとこう、フリー素材とかだと背景白とかになってるからね、黒にして変えてくださいね、ちゃんとね。パソコンの中でペイントとかで変えれるんで、簡単に。感じでした。うん。まあ、次回どうしようかな。なんかもうこの動画はね、すげえこう、面白い感じにね、できたんでね、FPS 視点でね、ちょっと GoPro もね、自作してね、GoPro 的なものを作ってね、撮影環境を整えてって感じだったんで、すごいね。これね、まあ、結構ね、即興で作ったからさ、なんか構造的には割と適当なんだけど、すげえ使い勝手いいっすよ、これ。まあ、本当にクロスボウみたいに使えるから。ね、なんかこう、ね、ホロサイトもさ、こう思ったよりも結構なんか出来栄え、見栄えがいいっていうかさ、バインダーね、うまく使ったら、たまたまなんかこうバインダーね、売ってやったからね、これ使えばいいんじゃないと思ったけど、結構いい感じに作れたんでね。ハーフミラーもね、これね、結構面白いですね。構造的に面白いからね、こういうなんかこう、これを応用してなんかいろいろ作ってみても面白いんじゃないかなっていうのは、個人的に思いました。ということでね、今回ちょっと、フォロサイトね、作ってみたって動画でしたけど、フォロサイトでね、搭載ね、輪ゴム銃できましたと。面白いでしょこれね、銃撃つ機構ここだけですからね。ここだけですから。だから、まあ、わかるでしょみんな言いたいこと。うん。半分以上がこの持ち手とこのホールサイトに占領されてるっていうのが、ちょっとこの銃のね、ここだけですから。輪ゴムのちょうどね、これサイズ感合わせてるんですよ、これ。輪ゴムをこう伸ばした時にね、ちょうどこのぐらいに来るんですよ。うん。男性的にね。だから、まあ、それちょうどいいかなって感じですよ。で、ここね、ちゃんとこう、狙えるように、ちゃんと重心もね、上に傾けてるっていう。まあ、ちょっと見てて思ったけど、ここはね、若干なんか不安定だよねって思いました。この辺結構ね、難しいから強化するの。だけど、まあ、これ作れたかなって感じです。ということでね、まあ次回はね、もうちょいなんかね、もうちょいっていうかまあ、今回も面白かったけど、またなんかね、アイデア考えてね、面白い動画作っていくので、ぜひね、これからね、僕のね、チャンネルはね、多分こう、すげえね、チャンネル登録者増えるんで、めちゃくちゃ。し、面白い動画もどんどん上がっていって、すげえこう、有名になるんじゃないかなっていう。うん、趣味っていうかもうマジで結構ガチめにね、面白い動画作っていきたいと思ってるんで、子さんになりたい方はぜひこう、ね、チャンネル登録と高評価お願いします。僕のね、チャンネルね、天発明治店主長のね、僕がね、最初の動画から見てましたみたいな。そういうね、方がね、そういうファンの方がね、一人でもね、いてくれたらね、僕もね、すごく心の支えになるんで、面白い動画で頑張ってね、作っていきたいなと思います。ということでね、次回の動画でまたお会いしましょう。